ちはるチャンネル。こんにちは、こんばんは、夢のちはるです。今回はイオシスで 19,800 円で購入した富士通の 2-in-1 Windows パソコンスタイリスティック Q702G を分解、 CPU グリスの塗り替えと SSD 換装を行います。ちなみに Q702G のスペックはこんな感じ。第3世代のインテル Core i5 が搭載しているので、アトム CPU が乗っかった端末と比べ、ネットサーフィンや事務的な作業をする際には引っかかりもなくキビキビと動いてくれます。ただ動画編集用としては向いていません。5分の 720p の静止画動画でも書き出しに1時間かかったくらいですから、ダヴィンチリゾルブが重すぎなせいかもしれませんがね。期待していた方はご注意を。ちはるチャンネル。では分解作業を始めましょう。分解作業は危険を伴いますので、十分な知識と自己責任感を持って作業を行ってください。なお、この動画ではタブレット側のみの分解となりますので、あらかじめご了承ください。まずタブレット背面にあるネジ隠しを2箇所、針などで取り除きます。そうしますとプラスネジが現れます。次に上部のネジ隠しを分解ツールや爪などを隙間に引っ掛けて外します。すると両端にプラスネジが現れます。この4箇所のネジをプラスドライバーで外しましょう。背面のネジを外しましたら、隙間に分解ツールやギターピックを滑り込ませ、スライドさせてカバーの爪を外していきます。この際に無理してカバーを外そうとすると、カバーの爪が破損する恐れがありますので、慎重に作業を行ってください。ちはるチャンネル。カバーを外しますと内部はこのようになっております。CPU グリスや SSD 換装など内部パーツを触る際には感電やショートを防ぐために、あらかじめバッテリーコネクタを基板から外しておきましょう。まず CPU グリスを塗り替えるためヒートパイプを外します。ヒートパイプは CPU 周りにある3箇所のネジで留められているだけです。あとはキッチンペーパーなどでグリスをきれいに拭き取り、新しいグリスを盛るだけ。熱伝導率の高いグリスを持っていないので、このグリスを塗っても CPU の温度が高負荷時に70度を超えたりしているので、機会があればいいグリスを買って塗り替えたいと思います。以前自作パソコンの CPU クーラーを交換した時に視聴者さんからおすすめのグリスを教えていただいたので、それらのどれかを買って試そうと思っています。そういえば真ん中のアルミカバーの部分が気になったので外してみたんですが、これ何なんでしょうね。ラムやチップセットとか何かかなと思ったんですが、よくわかりませんでした。次に SSD を換装してみましょう。サンイーストの 256GB のやつを選びました。 Amazon で4961円。昔と比べて今って SSD かなり安くなりましたよね。また動画概要欄に Amazon リンク載せておきます。SSD スロットはバッテリー上部にございます。もともと装着されていた SSD を取り外すため、ネジを外し、上に SSD をスライドさせれば外れるのですが、Q702G の M サタスロットは斜め差しではなさそうなので、無理して曲げてしまうと M サタスロットや SSD を破損させてしまう恐れがありますので、できる限り角度をつけないように外してください。装着時も同様です。SSD の装着が完了しましたら Windows 10を入れてみます。データクローンされる方は青目バックアッパーがおすすめです。 UI もシンプルで分かりやすく、ディスクイメージを外付けハードディスクなどに保存できるのでとても重宝しています。はい、なんとか無事 Windows 立ち上がりましたね。SSD 乾燥前と乾燥後のクリスタルディスクマークの結果はこんな感じ。ちはるチャンネル。ということで今回は富士通の 2-in-1 Windows パソコンスタイリスティック Q702G の分解、 CPU グリスの塗り替えと SSD 乾燥をやってみた動画でした。今回も最後まで動画見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。夢のちはるでした。第3世代のインテル Core i5 にゃん。次に SSD ちちちゃんよ、かしょうちゃま。3セットの2000円じゃない。
上に SSD をスライドさせれば外れるのですにゃ。